て、はい、お願いします。はい。はいね。それはもう、糖尿病なんですよ。専用のやつじゃなくても、このポリマーのやつでもいけるんですか？というか、尿を取る。尿糖は、要するに化学反応が起きればいいわけですから、はい。ただ尿比重を見ましょうとか、はタンパクなんかでもね、はいタンパクが出てるのは出てるんですよ、みんな。あ、はい。おしっこだけでは、今のところ。異常は、ない。ないです。あ、ほんと。点。で、わかあとはもうりました。腎臓に対して何をするかという話ですけど、まあ、実際この数値ぐらいでしたら、だいたい、2ヶ月持ったらいいかなとか、あと2ヶ月。2ヶ月持ったらいいなみたいな話ぐらい悪いです。3ヶ月持ったら頑張ってたなとか。あああ、そうなんですね。1年はとてもじゃないけど持たないです。ああ、なるほど。150ぐらい入れたいな。もう入れてきてもちょっと多いぐらいか。入れ切ったらちょっと多いけど、しんどいかな。しんどいけどな。明日の分もいいわけにいかそうやね、んからな。ほんまね、それはな。はい、どうぞ。クッション、クッション入っとくから。いった。なんか引っかかった。はいはいはい。あ、ごめん。はい、行こう。すごい。クッションがある。体重が2.94ですね。2.8キロの時よりはちょっとマシでしたね。チクッとします。はい、頑張りました。止血しますね。
お腹ひんやりします。あ、これを切った方がいいですか。あ、いや、大丈夫ですよ。大丈夫はい。先生から目が離手の音が気になるな。ごめんな。ちょっとお腹は全体的にはい。エコーを今していってます。まず肝臓の方から見ていってます。はい。肝臓のところは胆のうっていうところが見えてますが、綺麗ですね。問題ないですね。黒い影が臓器ですか。そうですね。黒い丸いのが胆のうになります。結構白く濁ってることが多々あるんですけど、はい見た目とても綺麗ですね。あで、その周りの部分が肝臓になります。この辺がね、ちょっとわかります。肝臓ですね。あ、はい。この辺ですね。はい。で、特になんかしこりとか、そういったのが見える様子も今のところないですね。なんかまあちょっとここにこう薄っぺらく見えてる臓器が脾臓っていう臓器ですね。これも特に問題なさそうですね。はい。まあ、今回のメインが腎臓ですよね。腎臓は、まあ、ここに見えてます。これですね。で、まあ見た目としては、普通だったら空豆みたいな感じで丸く、はい楕円形というか、こはい。んな感じに見えるのが通常なんですけど、ちょっとわかりますでしょうか。なんかボコボコしてるようなはい。感じに見えるんですね。はい。だから、やっぱりちょっと正常な時と比べると、ちっちゃくなってると思います。萎縮はい。っていう感じですね。まあ、これは、どちらかというと、まあ、徐々に、だんだん機能が落ちてきてなる異常のように思います。例えば、腫瘍とか、石ができたとかっていう感じの異常ではなさそうで、まあ、年月とともにだんだん機能が落ちてきたのかな、年齢とともに落ちてきたのかなというような見た目の印象ですね。はい、ちょっとボコボコしてちっちゃくなってるっていう感じですね。これが今のが左の腎臓ってやつです。はい。腎臓は左右両方ありますんで、はい反対側もあるんですけど、反対側もちょっと同じような感じですね。見た目はちょっと違うかもしれないんですけど、ちょっとちっちゃくなっているっていうのは一緒やと思います。なんか石化ってするんですか。石灰化ってやつですかね。石灰化。はい。はしたりすることもありますが、まあ今のところそんな感じの見た目はないですかね。ではないんですか。はい。石灰化はまあ、重度なものだったらエコーでもわかると思いますけど、はい。軽度だとわかんないかもしれないですね。ああ、そうなんですね。それになるともうダメなんですか。いや、というわけではないです。あ、ないんです。石灰化もまあダメな変化のうちの一つって感じですね。逆に言うと石灰化がなかったら OK っていうわけではないってことですね。そうなんですね。はい。これ今丸く黒いのが見えてますけど、これは膀胱です。膀胱。はい。膀胱です。膀胱は綺麗ですね。真っ黒に映ってるのが正常ですが、はい。全く問題なさそうです。石だったりとか、出来物だったりとかはないですね。あとは、ちょっとね、わかりにくいかもしれないですけど、この辺に映ってるのが胃ですね。はい。胃も特に問題はなさそうですね。それ以外は特に変わった印象はありませんでした。はい。なので、まあ、やっぱり腎臓がちょっとちっちゃくはなってるなという印象で、ただそれはなんか腫瘍とか、そういった異常ではなく、まあ、年齢とともに機能が落ちてきてるのかなという印象でしたね。いややな。拭いたら終わり。拭いたら終わりよ。よいしょ。OK です。入ろうか。
だけマシかな。でもあんまり変わってないなっていう感じですね。はこれが、あ、はい。腎臓の数値だけ今日見たんですけど、はい尿素窒素っていうのが、はい。前回129はい。やったのが118。はい。クレアチニンがはい 5.9 やったのが 5.35。はい。だからまあ下がり幅としては、数値的には下がってるんですが、はい。下がり幅としてはまあ正直わずかっていう感じです。だからすごく良くなってますねとはちょっと言えないです。まあただ点滴も1週間10日ほど前にやっただけなので、はい。まあこれを続けてやっていってあげたら下がる可能性はまだあると思います。こういう、何でしたっけ、黒、リンリンとこの、あ、クレアチニンとか。あ、ははいいはいはい。これも一緒に出ていってくれるんですか？そうです。点滴をして腎臓が働き出したら出るわけですね。働き出さないといけない。いけないということです。そうです。点滴を入れることで、はい。こう水分、血液量が増える。そしたら腎臓が働き出すから、こういうクレアチニンとかが出ていくわけですね。尿素窒素が出ていく。でも、その働くかどうかは、どのぐらい余力が残ってるかっていうのにかかってるんですね。それが先ほど言ってた、下がっていくかもしれないし、下がらないかもしれないっていうのはそこなんですね。そう、点滴すれば、そしてなおかつ腎臓の余力が残ってれば、働き出すから下がっていくと思います。では、血液検査の結果なんですけど、まあ、残念ながら、まあ、横ばいっていうところでした。良くなってるとはちょっと言いにくい。これ全部腎臓の項目なんですが、尿素窒素とクレアチニンっていうのが、まあ、直接腎臓の機能を表すやつなんですけど、この間の5月28日、118やったのが108。10ぐらい下がってはいるんだけど、これはほぼ横ばいやと思ってもらっていいと思います。クレアチニンっていうのも 5.35 か 5.43。これもちょっと上がってはいるけど、ほぼ横ばいやと思います。で、リンに関してはちょっと下がってると思います。これは良化傾向。11.6 が 7.3 は、これはさすがに下がってると思うんで、今始めてもらってるリンの吸着剤、効果出てるんじゃないかなと思いますし、まあ、点滴することでおしっこにも出ていきますから、それでまあちょっと減ってるんじゃないかな。僕はいい感じですね。カルシウムはもともと正常値でした。電解質って言ってミネラルバランス。ナトリウムが若干高いですが、ほぼ正常値なので、これは無視してもいいというところで、リンが下がってるのだけちょっといい情報でしたが、尿素窒素やクレアチニンはやっぱり依然高いと。まあ、こうやって点滴やっていって、まだ余力が残ってる子は、腎臓の数値下がっていったりすることもあるんですけど、まあ現状はあまり下がってないと。まあ1週間、2週間ほど経ってこの感じなので、まあ3週間か1ヶ月ぐらいまではちょっとまだ期待はできるんですけど、まあそれ以上経ってから下がってくる、改善してくるってことはまああんまりないので、1ヶ月ぐらい経ってもこの感じだったら、やっぱり腎臓としてはそれぐらい悪いと。余力、残ってる機能が少ないっていうことで言えるので、やっぱりその分、量も、まあ、短くなる可能性が高いと。これが高いと生活しにくい。そうですね。生活にっていうと症状としてはやっぱり吐き気とかが出てくると思うので、常にムカムカしてるとか、吐いたりするとか、あと食欲が出にくいっていうのがあると思います。今の症状は多分そんな感じですね。嘔吐、食欲不振につながる。応答してないことはお薬のおかげ。そうですね。ここ最近はお薬を使ってたので、それで抑えれてた可能性もあるんですけど、まあ吐くほどじゃないけどっていうのもあると思います。ムカムカはしてるけど吐くほどじゃないという可能性もあると思いますね。腎臓は元に戻らないとして、はい。その6月いっぱいまでとして、はい。で、何か改善した方が、まあ、過ごしやすいというか。今の治療とか生活でってことですよね。いやー、やれることはやっていただいてるんじゃないかなとは思うんです。まあその、リンの吸着剤とかも始めたし、食事療法も今、まあちょっと好きなものしか食べれないから十分にはやってないけど、まあご飯も意識してるし、
で何より点滴を頻繁に今頑張っていってるので、まあ、みけちゃんにとってはやれることはやってあげれてるんじゃないかなと思いますね。じゃあもう、あとはもう、好きなもん食べさせても大丈夫。そうですね。そうです。もう、食べれなかったら好きなもん食べてもらって、まあ、もし今後容体が安定して食欲が出てくるようだったら、やっぱり療法食をメイン中心にしてあげた方がいいけど、ちょっとやっぱりこの様子見てると、なかなか食欲は出にくいと思うので、やっぱり好きなもん食べてる方がいいだろうなとは思いますね。で、体重をなるべくなるべくキープしてあげれるようにですね。頻度としてはやっぱりこの様子見てると、2日に1回ぐらいは続けた方がいいんじゃないかなと思うんです。なので2日に1回点滴していって、はい。体調が今と変わりなしだったら、次来ていただくのはまあ10日後ぐらいとか。10日後。でいいと思います。わかりました。ちょっとね、通院の頻度もぐっと減らせると思うんで。で、間でやっぱりちょっと来た方がっていうのは、吐き気が強くなっている時、点滴してるだけじゃちょっと最近吐くわと、毎日のように吐いてるとかだったら、来てもらった方がいいと思います。吐き気が強いと、食欲がさらに落ちているとか、っていうのがあったら来てもらって注射打ったりはしてあげれるんで。わかりました。はい、行きましょう。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい。これだけやってもらうな。はい、ごめんな。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと頑張ろう。もう終わりやわ。もうすぐ LINE やから。もう終わりかな。よし、終わりや。あった。動くなよ。はい。ご苦労さん。